今回は鶏のパリパリ焼き魔法のソースです。鶏が違うかもしれないです。鶏肉の鶏ってそっちじゃないくないですか？難しいやつですか？正解です。危ない。魔法も合ってるでしょ。いや、俺鳥が島って書いたのかなって一瞬混乱しました。島なの、俺これ島だっけと思って。鳥ですね。魔法のソースというのはインスタグラムでも紹介しているですね、万能ニラだれというのがすごく好評だったので、そちらをちょっと今回紹介したいと思います。重てえ。ババッとババご飯。鶏もも肉1枚、塩少々、ニラ1袋、生姜 30g、醤油大さじ2、酢小さじ2、いりごま大さじ1、ごま油小さじ1。さあ、じゃあ鶏もも肉を焼いていきましょう。こちらですね、油とかはキッチンバサミで切るとすごく取りやすいので、こういうのは筋ですね。筋も切ってあげると柔らかくて食べやすいです。こういう油はですね、包丁で切ると結構難しいので、キッチンバサミでこういう風に取ってあげると取れやすいですね。余分な油をね取りたいときはキッチンバサミで。この辺ちょっとね、厚みが均一の方が焼きやすいので移植してもいいです。手術ですね。ちょっとした厚みが均等になるように切っていきますね。だいたいいいですかね、こんなもんでね。こちらでお肉の下処理が終わりましたんで、パリッパリに焼いていきたいと思います。パリパリ焼きですから。ではまずコンロにお塩をね先に敷きます。その上にお肉を乗せます。まだ火はついてないですね。こうしましたらクッキングシートですね。これはアルミホイルでもいいです。クッキングシートでもいいです。なるべくですね、この火には当たらないようにこのぐらいのサイズですね。なんでこの辺切ってもいいんですけど、これを大きめにやっておくと油跳ねがクッキングシートに当たりますんで、油跳ねが少ないのでお掃除が楽になります。なんでなるべく大きめに切っていただいて、今回はこちらですね、沸騰したお湯が入ったお鍋を置きます。鋳物のホーロー鍋とかでもいいです。重しをして焼いていくことで皮がこう全面フライパンに当たるのでパリッパリに、皮全体がパリッパリに仕上がります。中弱火ぐらいですね。中火より弱火ぐらい、中火と弱火の中間ぐらい。もう鶏自身が持ってる油で油は引かずに焼けますんで、油は引かないです。では鶏肉を焼いている間に魔法のソースを作りたいと思います。皮をちょっと若干こうね、全部剥き切らずに、ちょっとこういうね色が変わっているようなところを包丁の背で剥けばね、こんな感じでいいですね。皮の部分にはすごく香りが豊富ですし、栄養もありますんでね。もう栄養とかどうでもいいですね。いや、これだけの皮の栄養ってどういうことなんですかね。こんなもうちょこっとの皮の栄養なんか言ってたら、香りです、香り。生姜は量はお好みで使ってください。僕は結構たっぷりめに入れた方が好きなので。
みじん切りめんどくさい方はすりおろしてもいいです。ただその場合はちょっと繊維が歯に残るので、まあ生姜汁、絞り汁だけでもいいですね。今回は鶏に合わせますけど、豚肉も牛肉も相性がいいので、ぜひねこれを作って常備しておくとね、かなり使えますので。よし。でそうしましたらニラ洗いましょうかね。でこれ結構保存したいなという時はちゃんと水を切ってもらって、ですぐ使う場合はもうこんな振るぐらいで大丈夫です。保存させる場合にはやっぱりちょっとね水気があると傷みやすくなりますんで、ニラはなるべく細かくで生で使うのがポイントですね。はい、こんな感じにニラを切りました。さあそうしましたらこちらにですね、お醤油、お酢を入れます。そしたらスプーンで押さえてください。この後ごま油も入れるんですけれども、最初に酢と醤油を入れてからなじませるとよりですねニラと生姜に味が染み込みますんで、この中の水分をですね抑えて早めに出してあげますね。もうかなりしんなりしてきました。でしんなりしたらここにごま油とごま入れます。でこれで冷蔵庫で3日ぐらいは保存できますんで、はい、こんな感じでニラ魔法のソースですね。いい感じです。ちょっと見てみましょうか。返しますよ。お、パリパリ、素晴らしいですね。でここからは皮のパリパリを維持したいのでキッチンペーパーいきますか。これ乗せておくと蒸されないので、パリッとなっても蓋をしてしまうとどうしても柔らかくなってしまうんですね。なんで油も跳ねたくないし、鶏も皮もパリッとしたいという時はキッチンペーパーがすごく役立ちます。でこれでもうねこう跳ねてる、これが全部これをかけてなければ飛び出してますんで。でこちらの片面も、2分ぐらいですかね。もう下から結構火が入ってるので、上は2分ぐらいやればもう余熱で中心まで火が入っていきますので。で厚みも全部均等に揃えたのでだいたい同じような火の入り方します。じゃあ焼けたので火を止めます。でこちらの紙で油をね取れますんで、じゃあ切っていきましょう。重てえ。よし、さあカットしましょう。うわ、いいですね。火も通って綺麗にね。聞こえました？このパリッと感。よし、はい、こちらで鶏のパリパリ焼きと魔法のソース完成しました。さあそれではいただきます。
魔法のソースです、やっぱりこれは。お肉に合いますね。ニラと生姜の香りといりごま、で皮がねパリッパリです。おいしい。これでご飯いけるもんな。これで飲める。これちょっと皆さんもぜひこのソースをね試してみてください。あと鶏の皮をパリッと焼く方法もすごく簡単にできますんで、ぜひ皆さんもやってみてください。もしよかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上ババッとババご飯でした。